雪が降りました。全国的に大変な状況ですが、せっかくなので、製造から5年経過した2種類のタイヤで実際に凍結した坂道を登ることで、古いスタッドレスタイヤの性能を検証します。第一走者は横浜カーデックス IG30、3世代前くらいのタイヤで、中古で買うととても安く手に入りますね。このタイヤはレンタカーについていました。レンタカーでは古いスタッドレスタイヤを装着してあることが多いです。例によって実規格で定められた方法でオムの高度を測定します。ジロメーター、小は硬さ A スケールで計測します。これで金属のようなものを測ると100と出ます。ゼリーのような柔らかいものは0。スタッドレスタイヤの場合には柔らかさが命なので数値が上がるほど性能が劣化していると言えます。タイヤの高度を測るとやはり高度が70近くもあり、スタッドレスタイヤとしての賞味期限は過ぎている状況です。これでも雪道は案外大丈夫だったりします。このタイヤはプラットフォームまでは2ミリぐらいありますので、レンタカーに装着してお客さんに貸し出しても全く問題にはならないでしょう。借りたお客さんも何年式のタイヤでないと危ないなんて思いませんから。第2走者はブリヂストンブリザック VRX。iMeave に装着し、柔軟剤を月1で塗布しています。柔軟剤についてはチャンネル内の別動画をご覧ください。ただ、この柔軟剤検証の動画については批判的なコメントもありました。動画内の方法を実践して事故が起こっても当方では責任を取ることができません。さて、高度を測ると平均で55前後と良好でした。横浜アイスガード IG35 を履いた EK ワゴンで早速坂道チャレンジです。安全運転支援のトラクションコントロールをオフにしています。なので、滑るとエンジン回転が上がるのがお分かりいただけると思います。平均車道が 8% もあるきつい坂道で、圧雪と凍結が交互に現れる道です。なんとか登ってはいますが、タイヤがだいぶスリップしていますね。スタックしないか心配です。できれば止まりたくはないのですが、狭い道なので、対向車が時に来ると停止してしまいます。再発進は緊張の瞬間です。こんな道でスタックしたら、後続車に大迷惑ですから。エンジン回転が時々上昇することから、相当滑ったであろうことがお分かりいただけましたでしょうか。ただ、このタイヤの良いところとして、スリップ率が上がるとグリップが上がった感じになって、スタッフには案外強いかもしれないと感じ、少し安心しました。無事、登り切りました。70前後に降下しきった横浜アイスガード IG30 でも意外と頑張ってくれました。次にブリヂストンブリザック VRX。これは電気自動車の iMeave です。先ほども申し上げましたが、アイスガードと同じく5年前のスタッドレスタイヤですが、こちらはタイヤ柔軟剤で柔軟性をなんとかキープしていると思います。プラットフォームまでは1ミリなので、車両の雪には刃が立ちません。あくまでも凍結路専用というつもりで使っています。これで先ほどと同じ道を走ります。こちらはエンジン音がしませんから、滑りが表現しにくいです。そこでトラクションコントロールを入れて走りました。滑るとガリガリと大きな音が聞こえますので、それで判断してください。今結構滑りました。また滑りました。ツルツルのアイスバーンのところはどうやっても滑ります。でも、全体を通して余裕を持って飛び切ることができました。まとめます。製造から5年経過したスタッドレス。横浜アイスガードはレンタカーに装着していたものなので、手入れの状況は不明。ブリヂストンブリザック VRX は普段から iMeave に履いており、定期的にタイヤ柔軟剤を染み込ませ軟化させたもの。結果ですが、5年経過したフルタイヤ同士のどんぐりの背比べ的な実験では VRX の圧勝でした。圧倒的な差が生じた要因は、発泡ゴムゆえに構造的に柔軟性があり、効果が発生しにくい。それから、タイヤ柔軟剤による効果が持続しているのかなと考えています。どうもありがとうございました。